は、ネイジの稲本です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは普段の日常やあと旅の Vlog などを配信させていただいております。で現在ですね、フランス、昨年の2024年の5月に旅をしてきたフランス旅行の動画がちょうど終わったところなんですけれども、この後ね、本当はリスボンの動画を配信予定だったんですけれども、以前からちょっとずつお知らせをしていたアナの特典マイルで取れる世界一周の航空券が取れたらお知らせしますよっていうふうにお話ししてたと思うんですけれども、今回ですね、おかげさまで無事に発券することができました。で実は今回のチケットが6月23日の発券で終了になるということで、急遽ね予定を変更して今回はお知らせ動画をさせていただきます。それからですね、このチャンネルが初めての方もいらっしゃると思いますので、まずちょっとこのチャンネルの趣旨を改めまして紹介させていただこうと思います。でこちらのネイジュの小部屋っていうのは、もともとハンドメイドのチャンネルでネイジュ手作りのある暮らしというのをメインで、そちらのチャンネルがですね、登録者数おかげさまで10万人達成しまして、でそれを機にこちらのサブチャンネルの方は旅チャンネルとして、これまでハンドメイドのメインのチャンネルの方で紹介してきた2023年からの一人旅の様子をこちらのネイジの小部屋の方で本格的に旅チャンネルとして運用していこうということで切り替えをさせていただきました。で4月に今年の4月からですねスタートして、でその時はまだね収益化がまだされていなかったので広告もねなかったと思うんですけれども、でこの度ですね5月の下旬から収益化ができるようになって広告がつくようになりました。皆様たくさんの方にご覧いただいているおかげです。本当にありがとうございます。アナのソニーカードかな、紹介したあたりから収益化になっております。なので旅チャンネルで広告がつくとねちょっと見づらくなるかもしれないんですけれども、これからも楽しくご覧いただけたら嬉しいなと思います。このチャンネルではですねその旅チャンネルとしての収益化の報告とかはどのぐらいどんな感じで増えていくのかなっていうのも、私もねちょっと統計見るの好きなので、そういうところもね紹介できたらいいなと思っていますので、今後もですね興味がございましたらチャンネル登録していただいて、引き続きご覧いただけると嬉しいです。で合間にね日常も挟んでいきますけれども、基本的には旅動画がメインになるチャンネルになります。本当にねチケットが完全に取れたのは本当に今日なんですよ。今日はね、6月8日の今お昼頃に撮影をしているんですけれども、今ちょうどルートもちゃんと組み入れて、確実に日程が組めたというところなので、結構リアルタイムの配信になっています。それをねちょっと紹介したいなっていうふうに思います。はい、で今回はねスターアライアンスの世界一周特典航空券が、終了してしまうというお知らせを4月にアナが発表されたと思います。私が知ったのは5月の上旬でした。ちょうどねゴールデンウィークの頃に動画をゆっくり見る時間ができて、そこでお知らせを知ったんですよね。でその当時マイルはですね全くその世界一周の航空券取れるようなマイルが満たしてなかったので、そのマイルに交換していなかったものとかがあったので、それをね一斉に交換して、で私の目標としていたのが12万5000マイルだったんですけれども、なんとかできそうだなということで一斉に交換して無事に今回発見できたということなんですね。やっぱり特典マイルで旅行するってなると、ビジネスがやっぱり恩恵が多く受けられるんじゃないかなと思って、今回はビジネスにこだわってみました。もちろんね私はずっとエコノミーで来ましたので、長ければ長いほど乗り物が大好きなので全然苦じゃないんですけれども、今回はその特典航空券が終了してしまうっていうお知らせのタイミングと、私のその特典マイル交換できるタイミングがあったので、急いでね計画を練っておりました。で本題に入ります。私はちょっと話が長いので飛ばしてご覧いただけたらと思うんですけれども、今回どんな感じでルートを組んだのかっていうところなんですけれども、
まずですね、この一番基準になってくるのが飛行ルートになります。で、私もいろいろ調べていたんですけれども、いろんな方の動画を拝見してどんな風にルートを組んでいくのかっていうのを最初ね、動画見てるだけでは全然理解できなかったんですけど、なんとなくね、やっぱりやっていくうちに少しずつ理解ができたんですよね。で、その時に紹介されたそのサイトがありますので、そちらの方を紹介しながら今回は、紹介していきたいと思います。まずビジネスが取れる日程を聞いて、予約をしました。まず、取れたルートは成田からメキシコで、メキシコからワシントン、アメリカのワシントンに行きます。それからカナダのモントリオール、それからヨーロッパに飛んでロンドン、それからザグレブっていうクロアチアはずっと行きたかったんですけれども、そのロンドンからザグレブまでは自分で移動する陸路移動を予定しています。ここはね、飛行機は取らなかったです。はい、でザグレブからはイスタンブール、トルコですね。トルコも行ってみたかったんですよ。気球乗りたいです。それからそのイスタンブールからはバンコクを、バンコクに行きます。本当はね、インドを寄りたかったんですけど、ちょっとここインドはカットしてバンコクになりました。はい、っていうのは長い路線が欲しかったからなんですけれども、結果的にはね、今思うとそのイスタンブールとバンコクの間にインドを入れればよかったかなっていうふうにも思ってるんですが、もちろんね、まだ変えることはできるんですけれども、ちょっとやっぱりインドはね、単発で行きたいなっていうふうに思ってて、なんか皆さんの動画を見てても必ずみんなお腹壊してるんですよ。で、お腹を壊した状態でバンコクを旅するのは、バンコクもやっぱりちょっとスパイシーな感じなので、ちょっとやめようかなっていうところで、ここはストップをしております。あといろんな方法があって、これからちょっと紹介していくんですけれども、まだね、可能性ゼロではないなっていうところであります。はい。で、この世界一周航空券っていうのは、最初にお話ししないといけないんですけれども、優勝の航空券があります。私は今回特典マイルでチケットを取ったんですけれども、実際に金額を払って取るルートっていうのもあって、それはね、全くね、別のルールになっています。まずスターアライアンスっていうのは、その ANA が加盟しているその飛行機のグループみたいな感じですね。単純に言うと、実は2つあって、ワンワールドっていうのもあるんですけど、ワンワールドはJAL の方になるっていう感じです。で、アナのスターアライアンスがいいっていうのは、その加盟してる飛行機のグループがすごく多いので、結構飛行ルート柔軟かなっていうのがありました。で、そのルートを決める上でのまずルールがありましたので、マイルに関してのルールの方ですね、紹介させていただきます。はい、ではこちらの、アナのスターアライアンス世界一周というページで紹介させていただきます。こちらにありますように、2025年6月24日より、発券終了しますっていうふうに、書いてあります。ギリギリであれば、6月23日が期限になってますので、この日までに予約が発券できていれば大丈夫ということになります。はい。で、こういうふうに下スクロールしていくとですね、ルールがあります。全旅程の距離、これは最初に申し上げましたマイル数、飛行マイル数になります。こちらはマイルに合わせての飛行マイルが決まっています。はい、それから、太平洋、大西洋を1回ずつ飛行機を利用して横断する必要がありますっていうのがあります。これは地球のこのね、世界一周ルート例っていうのがあるんですけれども、成田からニューヨークに行ったらまたぐるーっと回って戻ってくるというルートになります。で、結構このルートがですね、この東回りにするか西回りにするかでまたルートが変わってくるんですけれども、結構人気があるのは西ルートになります。ここにもありますように、ルートは東回りあるいは西回りのどちらかで、逆回りはできませんというふうにあって、で、私は今回メキシコを選びましたので、メキシコまで飛んでしまうともう日本に戻ってくるルートが組めないということなんで、先に進むような感じになります。で、マイルの方のルールでは、出発地と最終帰着地の間で最大8回の途中後期が可能です。ただし欧州での途中後期は3回まで、日本国内での途中後期は4回までっていうふうにあります。これは何かっていうと、最大8回までなので、8カ国、8カ国っていう言い方はあれか、24時間以上滞在する場所が8カ所っていうふうに決まってます。はい。
それからただし欧州での途中後期は3回までなので、ヨーロッパの中でその旅で途中後期できるのは3回までになっています。LCC とかもいっぱい飛んでますので、その辺はそんなに問題ないかなっていうふうに思います。で、日本国内での途中後期は4回までになってます。で、出発国に戻る最後の国際線搭乗は、10日目以降になりますとか、これは、ぐるっとね回るだけだったら1週間でもできちゃうようなルートになるんですけれども、そういうね弾丸の旅をする人ってあんまりいないと思うんですけれども、時間がない方とかね、お仕事をされてゴールデンウィーク中にターって行きたいっていう方が意外と組みそうな、ルートになるかと思うんですけれども、ただしそれが10日目以降になるっていうことで、それのルールは厳守しなきゃいけないっていう感じです。それから旅程は最大12フライト区間に加え、最大4区間の地上移動、同じ都市での異なる空港間移動が可能ですっていう。なのでフライトも12フライトまでとかっていうのがあって、あとは最大4区間だから陸路移動、今回で言うとロンドンからザグレブまでの陸路移動が含まれます。でこれは私は1回だけになってますっていう感じで、このルールにのっとって組んでいくんですけれども、そこをちょっと1回押さえながらこれからのお話をちょっと聞いていただきたいなっていうふうに思います。はい。で必要マイル数はね、こういうふうに全部スクロールしていけばありますので、これをご覧いただけたらと思います。で私が今回取ったのはこちらですね。この2万1000から2万2000の飛行マイル数で12万5000のビジネスクラスを取りました。例えばエコノミーで取る場合は8万5000になります。で今回ねビジネスで取れたのが7飛行中5フライトになりました。だから2フライトはねエコノミーなんですね。それも本当は長い距離でビジネス取りたかったんですけども、空席がなくて今回は取れていません。なんか開けばいいなっていうふうに思ってるんですけど、例えばモントリオールからロンドンまでと、あとイスタンブールからタイまでが結構長いんですけど、そこがね取れなかったのがねちょっと残念でしたね。はい。なのでもう振り切って短い距離であればもうエコノミーでもいいよっていう方はあとねもうちょっと飛べるんですよ。同じマイル数で2万9000マイルまで飛べます。なのでこのぐらいやると結構もっと自由度が効きますので、ぜひ検討してみてください。ただし先ほどの条件があるので、これがね意外と引っかかってきますので、そのあたりをねちょっと紹介していこうと思います。それでは今回もちょっとねルールが複雑なので私なりに図式化してみました。こんな感じで色分けをしていますので、こちらで紹介させていただきます。まずこの水色で囲っているのが私が今回滞在するメキシコ、ワシントン、モントリオール、そしてロンドン、クロアチア、トルコ、タイになります。なので途中後期する場所は最大8カ所なんですけれども、私は7カ所滞在するということにしました。それからフライト数に関しても地上移動するところもフライト数に入るということなので、マイルに換算されることはないんですけれども、8フライトで今回は私は締めくくるというような感じになります。でこの最大12フライトっていうルールがあるんですけれども、これが、例えばどこかを経由して飛ぶ場合、ここで1箇所カウントされるような感じになります。なのでそれが含まれて12フライト、全部で12フライトということになります。なのでできるだけ直行便を選ぶとそのフライト数がオーバーするっていうことがないっていうのと、あと日程変更をする場合も全く同じようにこの乗り継ぎをしなきゃいけないというルールがありますので、飛行機を選ぶ際もそのあたり気をつけられるといいと思います。で今回ねよく検索したのがこの世界一周航空券スターアライアンスというところで、この世界一周堂ってあるんですよ。ここもね結構ルートを組むのにも参考になりました。なんかどういう風にルートを組めばうまい感じにいけるのかなっていう参考例がありますので、こちらもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。スターアライアンスのマークがありますので、このロゴのあるホームページをクリックしていきます。そうするとですね、もう日本語の表記で紹介されていますので、ここを1回新しい旅を始める、ここをクリックしましょう。多分ね世界一周航空券調べると皆さんこの画面紹介されると思います。私も同じようにこれを見ながらやってきました。でまず、居住地域日本を選択して、でキャビンは
乗るキャビンにしてくださいクラスですね。で私はビジネスにしました。東京でやって出るかな。でこれで東京で出たら東京というふうにクリックしていきます。で開始日はカレンダーが出てきますので、じゃあ4月の1日でいきますか。でこれで大人1人っていう風にやって、調べていきます。ちなみにこちらはですね、優勝の航空券を発券する時にこのまま支払いができるプランの、ホームページになっていますので、ここで予約することはできないです。まずルートを組むのと、あと参考にしたいのはこの1213とこの分割されたところですね。ここからどこに飛ぶのかっていうところを調べながらやるのにすごく役立つサイトになってます。まず日本はですね、この3のところに入ります。でここからこっちに飛ぶとこう回って戻ってくるって感じですね。なので私はメキシコはこの辺りにありますので、メキシコの方に行きますので、こういう回り方になりました。ではね、早速行きますね。でまず私が地図をこうやってね縮小していくとこんな感じになっていくんですね。まず日本出発する東京から私は最初にですね、メキシコに行きました。本当に行きたかったのはサンフランシスコなんですね。サンフランシスコ1日っていう風にやりますね。そうするとサンフランシスコまでのこの飛行マイル数っていうのがもうここに出てきます。1260っていうのが出てきます。でここは行けなかったということで、ここはじゃあ1回、なしにしておきます。実際に飛行ルートを組んでいきますね。で私はメキシコシティに行きます。そうするとね、一気に飛行マイル数がアップして14000マイルになりました。でこれを電話しながら一緒に考えていくような感じなんですね。サンフランシスコ取れませんってなったら、じゃあメキシコダイレクトありますかみたいな感じでメキシコになって、でその後ですね、じゃあ次、飛ぶにはまたサンフランシスコって行くとここジグザグになってしまって飛行ルートがまた加算されちゃうんですよ。で少ない飛行ルートで行く場合はこのまま滑らかに進んでいく必要があるんですね。なのでじゃあどこに行こうかなと思った時に、ニューヨークもねちょっとよぎったんですけど、ニューヨークはね行ったことがあるので、ちょっとアメリカの首都ワシントンに行ってみようということでワシントンにしました。はい、まず2つ目ですね。そうすると途中後期が今2ってなりました。これはメキシコと今ワシントンになっています。で飛行マイル数も15651になってます。じゃあこの後どうしましょう。じゃあカナダに行きたいなっていうことで、一番近い右側っていうとモントリオールになりました。もうねこれも即決で決めていくような感じだったので、飛行ルートの方ね、なのでこういうふうに行くしかなかったんですけれども、後から調べたらプリンスエドワード島に昔から行きたかったと思って、赤毛のアンの家があるんですよね実際に。なので行きたかったのにちょっとここでは頭が回らずにちょっとここまでは行けなかったんですけれども、ここで一回ジグザグにしとけばよかったなってちょっと思いました。こういうふうにルートを組めばねこうやって行けたんですよ、戻ったりして。次に飛んだのがロンドンです。ロンドンに行きました。はい、じゃあロンドンに1回ここで終わって、でそこからですね陸路でクロアチアも行きたかったのでクロアチアにしました。ここのクロアチアまでは自分で行くような感じです。陸路とか LCC とか使ってちょっとこのねまだね行ってない東ヨーロッパの方を少し回ろうかなっていうふうに思ってます。でそのクロアチアの後ですね、でここで今5ってなってます。これが途中後期の数字です。でマイルで組む場合は8回までになってますので、ここも気をつけながら見ていくような感じになります。この移動距離もマイルには含まれないんですけれども途中後期には含まれるような感じになってます。でその後ね行くのがねイスタンブールですね。はい、取れましたんでこれ6ですね。でその後ずーっと行って、タイに飛びます。本当はねここねトルコ航空のビジネスに乗りたかったんですけど、これ取れなかったです。結構長い時間乗るのでちょっと惜しいことしたなと思ったんですけれども、トルコ航空自体初めて乗るので楽しみです。でそのタイからはずーっと行ってもう日本にも帰ってくるっていうような感じなので、実際のこの飛行ルートこのマイル数でいくと21,707になります。でここからですねこの
ロンドンから、ザグレブまでのこの距離は引くことができて、実際私は聞いたらですね、2400マイルぐらいでしたね。なのでここの計算よりはもうちょっと少なめな印象でした。はい、で途中後期は7回という感じになります今回ね。はい、なので1回残しちゃったのがねちょっと惜しかったですね。今思うとこのシャーロットタウンですね、ここ行っとけばよかったなって思うんですけどね。なんかもしね変えられるんだったら変えたいんですけど、そうすると経路変更になるので1回キャンセル扱いになっちゃうんですよ。でキャンセル扱いになると、マイル3000マイル引かれちゃうんですね。で3000マイル引かれると、今の段階でなんとか溜まってるからできるはできるんですけど、今度は、メキシコまでのビジネスが取れるかどうか怪しい感じになっていて、電話でね問い合わせてる間にビジネスが埋まってっちゃうんですよね。そのリスクを負ってまではちょっと取れないなということで、ここは自費で行こうかなっていうふうに思ってます。意外とね距離もありますし、ただちょっと金額的には少しありますけど、時間があれば電車で行く路線もあるので、ちょっといろいろ楽しみながら経路を組んでいきたいなっていうふうに思ってます。という感じの今回の私のルートは実際ねこんな感じですね。でこれがですね実は私は、こうやってこのルートを組んでる時間がすごい時間がかかって、もうどういう風なルートで組めばいいのかなとかすごい考えながらやってたもので、このねルート組むことにすごい時間をかけました。多分1ヶ月もかけてないかな。でも気が向いたらもうずっとこのルートをねずっと眺めてたような感じでした。で行きたかったのは本当はインドも行きたかったし、このエジプトのカイロも行きたかったんですけど、もうそれをねやっているとマイルもどんどん増えていっちゃうし、チケットが取れなかったら結局それが全部無駄になってしまうので、ひとまずは電話してみようということで、かからないのを覚悟で電話をしたんですよ。でオペレーターの方につながったのがなんとね10分ほどでつながりました。これは本当にミラクルだと思うんですけど、私は、ちょっとね間違えて国内線の方にかけてしまって、で英語のアナウンスだったのでちょっと電話間違えたのかなと思って国内線の方にかけたんですよ。そしたらつないでいただいて、それで待つかもしれないって言われたんですけど、それでもね10分ほどでつながったので結構早かったですね。でも日付変更の時は普通にアナのデスクの方に電話をしたんですけど、それでもね今日日曜日なんですけれども、日曜日のお昼ぐらいに電話してもそんなに待たなかったですね。30分ぐらいでした。1時間待つ覚悟だったんですけど、で実際に飛行機のチケットをこのルートを組みながらもう取っていって、日付も実際に決めながら行ったんですけど、後から思えば結局日付は後からでもいくらでも変更できるので、もうまずはルートを決めることが大事っていうのがやっと分かりました。結構皆さんの動画を見ていてルート決めるのが大事だよっていう意味がねよく分かってなかったんですけど、ルートさえ決めてしまえば日付は柔軟に後からでも決められるんですよ。で先ほどオペレーターの方にも聞いたんですけれども、例えば今日6月8日に、チケットを完全に発券したとして、そしたらその6月8日、来年の6月8日までにまず旅をスタートさせることですね。でその旅をスタートさせるのは私は今回4月9日にしたんですけれども、それを1月にずらすこともできるんですよ。ただ1月にずらした場合はその次の年の1月までに旅を終わらせなきゃいけないんですね。なので今回私は4月の9日に旅をスタートすることにして、そこから1回発券します、飛行機乗りますってやったらですね、来年の、チェックインしたらってことですよ。チェックインしたら、来年の4月9日までに旅を終わらせるっていう感じになるので、ひとまずは今回私もルートを組んでみて、ロンドンとかまで行くような感じにしたので、ロンドンからザグレブまで例えば一気に行っちゃったとしても、またその期間の中でもう一回次の、例えば1月とかに、1月は寒いかな、なんか次の秋とかにまたもう一回旅を再開するということもできるような感じです。一番はこのルートを組むのが大変なんですよ。
なのでビジネスにこだわらずですね、エコノミーで取れれば、結構まだね座席は空いてるような感じだったので、席が開放されてる間にルートだけでも押さえておくといいですよ。もう最初の日付でも途中の日付でも飛行機の時間と日付は変更することはできるんですけれども、この飛行ルートを変えることができないのと、あと航空会社も変えることができないので、予約する際にですね、必ず、航空会社を聞いておくといいですよ。で、その航空会社がどのぐらい便があるのかっていうのも調べておくと、時間帯が変わる時とか結構柔軟になります。今回の総費用なんですけれども、12万5000マイルに加えて実際に支払った金額は12万5350円になりました。それから、日程の変更とかをしたら40円だけ戻ってきたので、実際には12万5310円になりました。また今後日程変更とかがあるとこれがちょっと前後するようです。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。話すのが好きなのでだいぶ長くなりましたけれども、赤毛のアンの家が5月1日からオープンということで、それに合わせると意外とねメキシコで日程が取れそうだなっていうこともあって、急遽南米の一人旅も、組み込むことにしましたので、まだね1年近く時間がありますので、ルートの方もゆっくり計画を立てていこうと思いますので、南米の方の情報をこれから情報収集しますので、もし行かれた方とか、もしご経験ある方はコメント欄からアドバイスいただけると嬉しいです。南米はね結構危険な地域ではあるのでちょっとビビりますけれども、マチュピチュとか、あとなんだっけ、ウユニ塩湖とかはやっぱり行ってみたい場所ではあって、皆さんご存知かわからないんですけど、世代がわかるかもしれないけど、電波少年とか相乗りとかを見てた世代なんですよ、私。でその相乗りを見てた時に、もうそのウユニ塩湖を多分見たんですよね。その時に湖面にこの相乗りのピンクのバスがね映ったりとかして、あとみんなで写真を撮ってるところとかすっごいおしゃれで、それだってそれこそもう30年ぐらい前に見たテレビだと思います。見た番組じゃないかなと思います。だからその頃はねまだ SNS とかない時代ですからね、本当にすごい綺麗だなと思って、それがねずーっと印象に残ってて、であと湖面をバスが走るっていうのももうすごい神秘な場所だなと思って、いつか行ってみたいっていうふうに思ってたんですよ。で今ね家族も誘ってるんですけど、できればそのメキシコで待ち合わせにして一緒に旅ができたらいいなっていうふうにちょっと口説いてるところなんですよね。実は私は、世界一周が夢だったとか一切ねそういうことはなくって、本当にね特典マイルをお得に使いたいっていうだけのために、今回は世界一周の計画を立てております。もしねこのマイルが終わっちゃうよっていうアナウンスがなかったら、多分ねちゃんと知らずに終わっていたと思います。あと YouTube とかも見ていなかったら、この、終わってしまうことも、実際にそのあったっていうことも知らずにいたかもしれないので、今回私の動画がどなたかのお役に立てればと思いまして、今回動画を作りましたので、よかったら、皆様の素敵な旅にお役立ていただけたらと思います。期限が6月23日になるので、ひとまずは、今すぐまずルートを考えることから始めてみてください。そしてそのルートを決める際に、ある程度ね第2候補第3候補って絞っておいた方がいいんですけれども、その前に、東回りで回るか西回りで回るかっていうのも決めておくといいと思います。次回からはですねフランスの続きの動画、リスボンからですね、スタートしますので、ぜひ続きの動画も楽しみにしていただけたらと思います。今回の動画良かったよって方はグッドボタンいただけると大変励みになります。それから新着動画、チャンネル登録しておくと届きますので、ぜひチャンネル登録して続きの動画も楽しみにしていてください。今週は今回の動画で終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。